はい、こんにちは。MD ジャックです。愛です。耳の妖精、ミミィです。音と波形と言葉で表現する MD ジャックチャンネル。今回のレビューは何？はい、今回のレビューは、レッドショアエンバーです。チタンの鎧と名門のケーブルをまとった世界限定999台の平面駆動フラッグシップ。まさに音の置き火と呼ぶにふさわしいモデルですね。置き火か。なんだか焼き芋が美味しく焼けそうだね。そうね。エンバーは英語で残り火とか置き火って意味。東方の古い伝説で人類への最初の贈り物だった火をモチーフにしてるんだって。そう。聞く者のうちに情熱の火花を灯す、そんな願いが込められている。マットブラックのチタン合金筐体は果てしない夜空のような深遠さを表現しているんだよね。チタン合金の筐体ってすごく高級感がありますけど、これを作るのって実はすごく大変なんですよね。そうだね。チタンは精錬に膨大なエネルギーが必要で、おまけに硬くて熱が伝わりにくい軟削材なんだ。工具をすぐにダメにするから加工費だけでアルミの数倍はかかる。でもその分音の不要な共振を抑える合成は一級品だね。工具を壊しちゃうなんてまるで私の食欲みたいだよね。美味しい音のためにガリガリ削っちゃうわけだ。さすが8万円超えの高級品。お財布の中身もガリガリ削れちゃうのか？ちょっとミミィちゃん。でも確かにチタン合金はスチールやアルミ合金などに比べ高額。ステンレスの約10倍ぐらいするわ。フェイスプレートの銀色の炎の彫刻は別素材でアルミニウム合金を精密に削り出したものなの。心臓部は完全刷新された 14.8mm の大型平面駆動ドライバーが1機。S15 より性能が約 20% 向上していて、チタン筐体と合わさることで深く沈み込む低音を実現している。 14.8mm の平面駆動ドライバーは S12 や S15 と同じ大きさですね。ケーブルは世界最高峰の高級ケーブルメーカーエフェクトオーディオとのコラボレーション。 26AWG の4進構造 UPOCC 単結晶導を採用した特製ケーブルが標準装備されているんだ。単体で買っても数万円するクラスのエフェクトオーディオのケーブルがバンドルだなんて贅沢ですね。 4.4mm バランス接続が標準なのも当然です。これ手編みなんでしょ？職人さんが1本ずつ編んでるなんて、まるで超濃厚なガトーショコラをじっくり練り上げたみたいに密度がすごそうだよね。確かにこのケーブルが平面駆動の潜在能力を最大限に引き出してる。滑らかで力強いエネルギー伝達。高価な素材を使っていても人間工学に基づいた設計で装着感は安定しています。厚みがそんなにないからフィット感いいし、チタンとアルミで軽めだし。そういえば世界で999台の限定モデルなんでしょ？そう、筐体には1台ごとにシリアルナンバーが刻印されている。所有することの喜びもこのエンバーという物語の一部なんだ。まさに音と魂を再生させるための特別な鍵だと言えるね。限定モデルだからこそ一切の妥協がない作り込み。この置き火は実際にどんな音を奏でるのでしょうか？比較モデルにレッドショアアストラリストセブンヒルツタイムレス2をピックアップし、サウンドチェックで聞いてみましょう。ボリューム上がります。はい、サウンドチェックでした。S12 や S15 と比較するのかと思っていたんですが、
アストラリスのレビューの時にそのあたりの比較はやったから、今回は以前から比較してみたかったタイムレス2とニューモデルアストラリスと比較してみたわけ。タイムレス2は広域がきつく感じたけど、エンバーが自然に聞こえるように調整してるからね。タイムレス2実機の広域はきついとは感じず、抜けの良さが際立ってるという印象。アストラリスもエンバーより中広域以上が出ていて、明るさはこの比較の中間といった印象でした。そうなんだよね。アストラリスの低域は結構強めでドーンとくるんだけど、広域とのバランスがうまく取れていると思う。15.5mm という大型のプレイナードライバーも効いてるよね。アストラリスはかなり押せるモデルだわ。そうなると、っていうか波形見ても収録音聞いてもエンバーはレースヘッドだと思うんだけど。そうだね、そう思うよ。そのエンバーを基準にした差分を取っているから、比較にモデルが明るく感じるし、実機の比較でも同じ結果だった。はい、次はリアーチップの比較を見てみましょう。特性はご覧の通り、9から 10kg あたりの減衰の仕方に差がある。それから手持ちのイヤーチップのうちいくつかを重ねると、やっぱり9から 10kg あたりの差が大きいね。バランスが低域寄りだから、ここの立ち上がりが早いセドナイヤーフィットオリジンに付け替えた。効果は分かったけど、高低バランスの調整には全然足りないわ。エンバーの音質の傾向、どう？低域の質感と深さがピカイチですよね。インピーダンス30オームに感度 103dB。実際聞いてみると平面駆動らしく、しっかり鳴らすにはそれなりの駆動力が必要だと思いましたけど、先日レビューした CVJ リラで聞いてみたら半分ぐらいのボリュームで十分なりました。そっか、リラで十分あったんだね。はい。音質の傾向は最初は中広域以上がおとなしく感じるんですけど、聞き込むうちにその柔らかい質感にはまっていくんです。いわゆる聞き疲れとは無縁の心地よいベールに包まれる感覚だね。ただ、歌物よりインスト向きに感じる場面が多かったな。ジャズ系はすごく合ってる気がした。歌物だとボーカルが一歩引いた感じにも聞こえたもんね。それはそれで奥ゆかしいけど、もっと前に出てきてほしい時もあるよね。そうなの。いろんなジャンルをそつなく楽しむなら、愛は少し EQ を使いたいな。というわけで、こんな感じに調整してみました。中広域以上を少し持ち上げてあげると、見通しがぐっと良くなります。中広域を補うことで空間の広がりが明確になるね。音の粒立ちが整理されて、平面駆動らしい解像感と見通しの良さが引き出される。EQ の受け皿が広いのも、このドライバーの素性の良さだね。おお、愛が魔法をかけたみたいに音が変わった。こってりした低音のステーキにピリッとスパイスを効かせた感じ。音の景色が広がるのは気持ちいいね。そうなの。比較した2モデルとは確かに広域の主張は控えめです。でもしばらく聞いてこのバランスに耳が慣れた時、この設計の意図、本当の価値が分かった気がしました。刺激を抑えつつ音楽の熱量だけを届ける、その独特の美学に気づくと他のモデルが少し騒がしく感じてしまうかもしれないね。まさにじっくりと熱を蓄えるおきびのようななり方。そうかもしれませんね。最初は戸惑うかもしれないけれど、その先にある深い世界観、これこそがエンバーの特別な音楽体験なんだと思います。限定モデルで高額ゆえ確かに手を出しづらいですが、一切の妥協を排した執念に近い作り込みはやっぱり見事ですよね。そうだね。流行に流されない自分だけの音を探している人にはこのおきびは最高の相棒になるはず。お値段も情熱的だけど、この濃厚な低音を聞いちゃったらもう逃げられないっしょ。世界限定999台の特別な体験、皆さんの目にはどう映ったでしょうか。はい、ということでレッドショアエンバーのレビューでした。じゃあまた次の動画で会おうね。バイバイ。